いらっしゃい。お邪魔します。どうぞ。これね、靴脱いだ方がいいですよね。あ、そうですね。靴脱いだ方がいい。日本なんでね。日本で。お邪魔します。どうぞどうぞ。わ、めっちゃ緊張します。なんかすごいですね。なんか入り口は結構思ってたよりシンプルな。そうですね。テイスト、あ、でもここなんか片付けたな、さては。いや、もちろん片付けましたよ。なんかシンプルだ。想像してたのと違う。ようこそ。まあ本当にね、世界が誇るまあアニメオタクと。Most subscribed female streamer of all time or some insane shit like that. But it turns out that she also has opinions on anime. So let's go check it out. And everyone thinks he's still marked for failure. Now it's up to Matthias to prove everyone wrong. World's strongest sage style. 何本くらい今まで見てきたんですか？いやー、どうすかね。テレビアニメで言うと2000弱。やばいのよ。やばいです。ジョイさんが。いやー、初めてですよね。結構このアニメをがっつりうちのチャンネルでやる。確かにそうなんですよ。そうですよね。なんかうちの YouTube チャンネルのスタッフはアニメに全く興味のない人たちで僕がこんなね作品の魅力とかをめちゃくちゃ伝えても、はまあ本当に早くその話終わらないかなみたいな顔をされるんですよ。い。ひどいですね。ひどいんですよ。やっぱね、ラブライブはミューズの時一番いいっすね。ああ、そうそう、僕全くアニメを見ない。見ないですよ。小鳥ちゃんってキャラめっちゃ好きなんですけど、やっぱ可愛いなと思って。はい、ラブライブめっちゃ面白いですよ。見ましょうよ、今度一緒に。はい。あ、トトロ好きなんですね。そう、やっぱジブリが好きですね。ジブリあるある言っていいですか？はい。千と千尋見たことありますか？あ、もちろん。あれの階段が割れる時の音あるじゃないですか。あれもマジで分かっててもいや、あれヒヤッとしますよね。絶対にビクってなるんですよね。あ、ちなみにここのトイレジブリのテーマにしてます。もうテーマがこれ電気つけていいですか？あ、どうぞどうぞ。全部ジブリのグッズとか集めて、ここはジブリトイレです。うわー、本当だ。やっぱトイレもちょっとこの名シーンね。はい、ちょっと泣きながら食べるおにぎりの美味しそうさがやばい。あれ見たらなんか白米食べたくなるんですよ。ジブリの食べ物ってなんか段違いで美味しそう。ずるいんだよな。はあ、なんか怪しげな。い。ここが僕の部屋です。見えてしまった。はい。うわー、でも結構すごいぞこれ。これはジョイさんの部屋。ここは僕のオフィスです。はい。うわここで撮影なり仕事したりしてます。ー、なるほどね。ジャンプゾーンとかがあったりとか、ここで仕事して。そうです。うわー、本当に趣味に生きてる男だ。で王道のドラえもんとかね。ドラえもんははい、もちろんやっぱり最初に読んだ漫画がドラえもんだったので。きっかけドラえもんなんだ。そうなんですよ。うちの母親の友達がドラえもんの漫画を集めてて、でそれを僕がちっちゃい頃にちょっと譲ってもらって、でそこからそれを初めて読んだのがドラえもんの2巻です。ドラえもん2巻だ、1巻じゃないんだ。1巻がなかったんですよ。ああ、なるほどね。でもマジで最初にちょっとなんか女の子をエロい目で見たのは、静香ちゃんが風呂入ってるシーンで、水さんエッチなやつ。はいはい、あれでちゃんとちょっとなんか女性を女性として意識し始めたんで、まあ本当言い換えたらもう初恋の相手みたいな、なんかちょっとドキッとした体験が初めてが静香ちゃん。漫画もいっぱいある。あ、これちゃんとこうやって出ます。何それ？秘密基地じゃん。秘密の漫画の棚ですね。これは今読んでいるやつとかちょっと資料でこの部屋に置いてるんですけど、はい、もう読み終わったやつとか資料で使ってないやつは別の部屋で保管してます。あ、また他に別の部屋がまたあるんだ。はい、ジョイさんが28歳なんで結構近いんですよね、年が。そうですね。そうだからなんか結構世代のこのなんか読んでたコロコロのあれとかもドラグーン、ドライガー、ドラシエルとかもだって読んでましたね。ベイブレードもだってね。そうですね、やってましたね、小学校の頃。3、2、1、ゴーシュー。台湾でなんて言うんですか？3、2、1。やりすぎて謹慎があったんですよ。そうだね。うちもそうです。日本、オーストラリアでやってたんですか？そうです、オーストラリアでやってて。オーストラリアではこれ3、2、1、ゴーシューって何ですか？ 3、2、1、let it rip。 かっこいい。中国版は3、2、1、えい
おもろ。各国の3-2番号集おもろいですね。あれキラーマシーンこれ。キラーマシーンです。うわ夏。キラーマシーン夏。ここないと思いますよ。うわ本当だ。ドラクエ夏久しぶりに見たキラーマシーン。あと気づきました。うわはぐれメタル。はぐれメタルです。うわ逃げないすぐ逃げるから。すぐ逃げるやつ。でもあいつ経験値めっちゃ倒すとめっちゃもらえるんですよ。でも防御力高すぎて攻撃がね無効になるんですよね結構。そう。よく知ってますね。いやなんか一部屋だけっていう限定でこういう部屋作るのはだからまあその家の作ると結構理想というかなんか、まあ、全部がこれだとちょっと嫌ですけど一部屋だけここって絞ったらいいかもしれないですけどね。鳥さん的にはもう完璧な部屋って自分の中で。いやまだ余白があるんで部屋埋めるんだ。埋めますね。やっぱりその部屋その壁に飾るやつはちょっとスペシャルなやつとかしか貼らないので、だからほとんどサイン入りのやつですね。これとかメイド・イン・アビスって知ってます？わかりますわかります。メイド・イン・アビスの、作者レフ監督あとイサマリアさん声優3人が入ってるやつでこれ1枚しかないです。なんかグロいけどキャラデが可愛いしなんかそこのギャップがなんかねめちゃくちゃ面白いですよ。こたつでアイス食べてる感覚になるというかなんかあれで作画が本当にガチモノだったらただのちょっとなんかミステリー系のグロい系のミステリーじゃないですか、作画鬼可愛いじゃないですか。そうですね。だから作画で敬遠してる人マジで一回見てほしいです。なんかあれが歌舞伎町に似てて、はいはいアビスってこう入ると出られないみたいな、奥に行けば行くほど辛くなるじゃないですか、あれが歌舞伎町に超似てるんですよ。ああなるほど。入れば入るほどやっぱ苦しくなってきて、戻ろうと思っても普通の世界に戻られないみたいなのが、もうねあれ歌舞伎町と一緒だなと思ってすっごい感情移入しちゃって3部屋あるんです。わいっぱい部屋あるいっぱい部屋ある。でこっち寝室ですね。待ってなんかテラスもある。テラスあります。でも反対側もありますよ。バーベキューとかできる。全然できます。近隣住民ちゃんのすごい。ちょっと今汚いんですけど。待ってめっちゃ広いぞ。めっちゃ広い。ちょっとゆるキャンできるやん。めっちゃ広いよ。いきます？何するんですか？これはやっぱり今の時期とかやっぱ秋春ぐらいにちょっと友達集めて、ここで飲んだりちょっとチャットしたり、あとは夏にバーベキューとかやったりしてます。ここでなんかちょっと今汚いですけどね風が吹いちゃって。めっちゃいいじゃないですか。そうですね。一番ハマってる。いやこれ羨ましいもんだって。アニメ見て疲れたらこうね外の空気吸って。そうですね。朝とかよくコーヒー作ってここに来てちょっと日差し浴びながら。うわー。アニメばっか見てると日差しをね浴びなくなっちゃったりとかするからそこのバランスでメンタルを保つっていうのは結構大事だから。そうですね。たまに外出てね外の空気吸う大事ですよね。サボテンとかもあるんですか？そうですね。彼女がラスベガス出身なので、ちょっと名残っていうか、砂漠の名残がここにあるんですけど、これも枯れてんじゃないですか。でも逆に雨降りすぎると枯れるんですよ。ダメなんだ。枯れてるっていうか水を吸いすぎてしぼんじゃうっていうのが正確ですね。適度にちょっと厳しい環境の方がいいってことですよね。そうですね。やっぱ砂漠で一番育つんで、この子たちは。社員教育でも通ずるんですよね。やっぱ甘やかしすぎて褒めすぎてもダメなんで。これはあれですか？ RBL の反省を今してる。そうですね。いやなんか僕らゆとり世代じゃないですか。で Z 世代ってあるじゃないですか。ちょっと怒るだけでシュンってなっちゃうんで、それをうまくねうまい塩梅でっていうのが難しいんですけど、でもまあこのサボテン見てちょっと思うとこありましたね。多分甘やかすのよくないなって。こうはなりたくないですね。こうはなってほしくない。ここ最後の部屋なんですけど、ここは彼女が昭和がすごい好きで、昭和部屋を作ろうっていうので。昭和部屋、でもなんか確かになんかこけしとかだって日本人の僕でも久しぶり見た。そうです。なのでもう日本各地からもうこういう昭和っぽいものを集めて。モスラあんじゃん。モスラベルベラだっけ？ベルベラです。ベルベラ夏いモスラ。僕も怪獣の中でモスラが一番好き。俺もモスラめっちゃ好きなんですよ。このちっちゃい子ですよね。ベルベラってね。そうです。これ可愛いですよね。結構好きだったわ。モスラ懐かしい。見てたんですか？めっちゃ見てた。俺フィギュアもあったもん。それはそっから虫嫌いになっちゃってもうダメです
うわー、ポケモンスタジアム出た。これ確かゲームボーイカラーとつなげて戦えるんですよ。ああできますね。僕もこれ持ってました。うわ、やったわこれ。プレステ1はないですか？プレステ1はないですね。ないか。1もめっちゃやったけどな。はい、4と5ならあるんですけど1めっちゃやったんです。1めっちゃやった。マジでこれ本当オタクにしかわかんないけど、ホームハンターライブめっちゃやってた。ああなんか名前知ってます。なんだホームハンターライブっていう。どういうゲーム？なんかちょっとエロゲーみたいなやつ。またツイッターのフォロワー減ります。いや、いいんですよ別に。俺は好きなものを好きと言えない男になりたくないだけです。さすがっす。はい。なるほど。また2000人の女性ファンを失った代わりに10万人のオタクを獲得。何目指してんだろうね俺ね。ロンさん昔はなんかどういうデッキだったんですか？戦い方。いや俺めっちゃ遊戯に憧れてたんで、ブラックマジシャンとかやっぱデーモンの召喚とかあの辺入れてました。僕はサウザンドアイズサクリファイスです。うわー、サクリファイスね。はいあれだ、ペガサスのそうです。ペガサスのデッキ。チートなんだよな。攻撃してトゥーンだから効かないでーすみたいなこと言ってくる。なんかちっちゃい頃よくペガサスの声真似して銃してました。してました。マインドスキャンあ、やっとかてました。効かないでーす。聞かないでーすとかやってました。トゥーンだから効きません。なんでもありやんみたいな。ローランさん家でちょこっと話したんですけど、五等分の花嫁は好きでしたよね。はいはい。これとかじゃあおすすめですね。僕は勉強ができない。僕たちは勉強ができない。どういうあれですか？これはもうマジで五等分の花嫁みたいな感じなんですけど、塾のその先生みたいな理系と文系と体育系の子が3人いて、その子たちに苦手教科を教えながら恋愛していくっていうストーリーです。ああ、いいっすね、いいっすね。ハーレム系だ、ハーレム系ですね。あとはまあローランさん可愛い子が入ってるやつがいいって言ってたので、でも可愛い子の中でもどういう系が好きですか？ハーレム系ですか？恋愛系ですか？なんかね、俺可愛かったらジャンル結構気にしなくて、雑食系なんで、はいは大人っぽい女の子も好きですし、可愛い系の女の子も好きで、とにかく女が好きですね。女が好きなのであればこれですかね、揺らぎそうのゆうなさんですね。これはどういうストーリーですか？これは少年ジャンプで連載してたんですけど、揺らぎ荘っていうその温泉旅館に幽霊が住み着いているやつで、主人公が霊感がめちゃくちゃあるんですよ。でその幽霊が見えてて、でその幽霊の正体がこの可愛い子。ミエルコちゃんとまた違う。ミエルコちゃんはなんかちょっとホラー要素が入ってるんで、これはどっちかっていうともうまあエロ漫画です。ああ、なるほどね。じゃあちょっと見てみようかな。はい。こういうの好きなんですか？いや、でも俺多分オールジャンルいけると思う。あんまり面白くないなと思うアニメに出会うことがない。それこそウテナとかも見れたし。ウテナいいっすよね。ウテナ好きっす。なんか優雅な気持ちを取り戻したいときに、やっぱ僕仕事から優雅でいなきゃいけないんで、でもなんか心がすさむと優雅さがなくなってくるじゃないですか。あの時にトーガ様とかを見ると、ナナミとかなんかちゃんとこう背筋伸ばして、今日も王子様をお客様の前でやろうと思えるんで、あれはね、見るサプリメントだと思って視聴者の皆様にね、どれだけこのガチ勢かってことが伝わったと思うんですけど、ジョイさんのチャンネルが、9割方英語圏の方で、多分日本人的には日本のアニメが海外でどれだけ人気なのかっていうところすごい気になってると思うんですよね。なのでその海外の人たちが選ぶ神7のランキングをちょっと出してもらって、で僕が思う日本の神7も出し合うんですよ。だからそこの日本とその海外のその価値観の違いをなんかこういろいろ発表できたら面白いなと。そうですね。僕が思う日本人がもう神7だと思うものをもう日本人の代表として僕が。なるほど。僕が外国人代表としてってことですね。外国の視点を持ってる方代表としてね。せーの、ローキューブ。ああ、そっちだ。ローキューブ入ってるかなと思って入ってないんだ。ローキューブ入ってない。ローキューブはごめんなさいけど入ってないです。逆にこんな新しいものでも入るんですね。毎年すっごい火が上がっているっていうか、もうすごい期待がもう高まっているようなアニメって結構あるんですよ、海外で。多分もう真新しいアニメの中で多分一番火がついたのがチェーンソーマン。そうなんだ。アメリカとかもやばいっすよ。そうなんだ。今チェーンソーマンフィーバー。フィーバーなんだ。すげえな。なんですかね。俺結構男子校さじゃないですか。
変な話なんかおっぱい揉みたいがために頑張るみたいなとことかなんかやめますか、ごめんなさい、ごめんなさい、なんか視聴者のブランディング的にもね王子様が忘れてました。やっぱアニメになるとなんかちょっと物質のトークになっちゃうんでせーの、進撃の巨人遊戯王デュエルモンスター。まあでも入るか。進撃の巨人逆に6位なんだ。もうちょい上かと思った。6位っすね。やっぱり言っちゃえば新しい方じゃないですか。まあね、そうですね。なのでしかもまだアニメ版がまだ終わってないんで、うんうんまあ、漫画はもう連載終了したんですけど、アニメはまだ出るじゃないですか。そっか。だからこれからちょっとどうなるかはちょっと興味深いですね。一番海外で人気のキャラクターって誰なんですか？リヴァイじゃないですか。あ、リヴァイなんだ。はい。それは多分日本とあんま変わんないと思います。あ日本でもやっぱりリヴァイ熱狂的なファンが多いじゃないですか。そうなんですね。猿の獣の巨人に立ち向かっていくエルヴィンエルヴィンかっこよかった。あれめちゃくちゃかっこいいですよ。かっこよかった。せーの、スラムダンク。全然合わない、全然合わない、全然合わないのよ。呪術廻戦もでも最近の作品結構入りますね。そうですね。やっぱりもうファストムービングなので海外はもうすぐトレンドが終わったらもう次に行くみたいな。スラムダンクの人気どうですか？スラムダンクはもう本当に知ってる人は多分全員好きです。全員好き。ただやっぱり今の多分若い子たちに聞くとバスケットボールアニメは何でしょうって聞くと多分黒子黒子のバスケになっちゃうんだ。そっか。いやなんか僕のイメージだと海外で有名なのも日本のクラシックな王道が結構知られてるのかなって思ってたんですけど、意外と新しいものをちゃんと日本と同じスピード感でトレンド乗ってくれてるっていうのは結構びっくりだな。ってなるとじゃあ5位以降も俺結構外してるかもしれないな。せーの、このスマ。うわー、もう堂々このスマ入んなかったか。いやーでも僕個人的にはこのすごい超好きです。アクア好きですか？僕はいやメグミンです。あー、メグミンね。はい。ちょっと中二病のね。ちょっと中二病のあー、なるほどね。アクア推しなんですね。アクア推しですね。ド M は何でしたっけ？ダークです。あの子もなんか好きですけど。あの子もまあみんな好きっすね。みんな好き。決められない。はい。カズマが本当にクズなんだよ。でも気持ち分かっちゃうから俺多分クズなんだろうなと思って。せーの、ドラゴンボール。スパイファミリー。うわー、ドラゴンボールなんだ。ドラゴンボール。マジか。ドラゴンボールはもう本当になぜかもうずっといるんですよ。クラシック作品じゃないですか。でもクラシックですでね。もまあ本当国境越えますね、あれはね。あれはもう本当にもうドラゴンボールしか知らないっていう人がもう多いですかまあもう日本といえばら。もう日本といえばドラゴンボールなんじゃないですか。このスパイファミリーってなんかそのヨーロピアンな舞台背景じゃないですか。はいでまあどっちかっていうとその呪術とかまあそのドラゴンボールとかもそうですけど中国とかもはい。アジアンテイストじゃないですか。そうあっちの方が逆に向こうからしたら新しく感じるんですかね。そうだと思いますね。まあドラゴンボール堂々現状一個も合ってない。一個も合ってないです。じゃあこれ違うかな。せーの、ナルトキャプテン翼。うわそうか。いやなんか僕サッカー系の仕事するんですけど、はい。海外のサッカー選手に聞くとまあもうまずキャプテン翼知ってるんですよ。あ、そうですよね。そうサッカーの人口を考えるとほとんどの国がサッカー大好きなんで、僕2番キャプテン翼かなと思ったら、まあナルトとか、まあナルトはちょっとね古い。そうですね、古い方ですけど、2000年中盤ぐらいが海外でいうアニメの黄金時代と呼ばれてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、結構その時期の少年ジャンプってもう全部王道というかもう全部知られてて、やっぱり海外の人って忍者かっこいいと思うんですよ。やっぱそうなんだ。そうですいまだにその海外から日本に来たことない人って日本に忍者いるって信じてる人って結構いますね。多分いると思う。いるんだ。やっぱそうなるんだ。はい。せーの、ワンピースドラゴンボール。ああ、もうザ王道です。僕は王道か。やっぱりワンピースの影響力は本当に半端ないと思う。なんか登場人物もなんかその英語バージョンと違ったりとかするじゃないですか。はい、どうですかワンピースは。いや、ワンピースはもう全部一緒です。じゃあそのゴムゴムの実はなんていうんですか。英語だとガムガムフルーガムガムフーツ。ト、何々フルートですね。ああ、何々。あ、じゃあちゃんと音も合わせてるんだ。
下手したら俺ソマリアの海賊とかもあれに憧れてなった人いるんじゃないのかっていうぐらいあそこまで轟いてると思いますよ。デビルフルーツ探してはい本当に悪魔の実じゃないデビルフルーツなんだ。デビルフルーツです英語だと。僕ありがとうございました。いやこちらこそありじゃあがとうございます。なんかこう年齢も近いのもあってこうなんかこう見てた作品も一緒だったしなんか純粋にこう好きなことを好きなだけ語れるみたいな場所も最近なかなかなかったし、すごい新鮮な感覚にはなりましたね。いや光栄です。どうでしたかこいやもうこんなにも趣味が合うと思ってなかったですう。はい正直。ね。そうですね。なのでもう本当に親近感が湧いたっていうか、はいもう本当にめちゃくちゃ楽しかったですいや。こちらこそまたなんかね多分アニメの仕事でもしかしたらどっかでねそうですね。一緒になるかもしれないですし、はい。ぜひその時はぜひぜひはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいありがとうございました。ありがとうございました。